皆さん、こんにちは。漫画家の新本慎です。よろしくお願いします。ということでですね、今回もまた皆さんのコメントに多いお悩みに答えていきたいと思うんですけども、なんと今回はうちの、小4のこっちゃん、メンバーのこっちゃんも同じことで悩んでる。なるほど。ということで、まずね、ちょっとこの画像を皆さん見てください。これ、こっちゃんが最近描いてくれたイラストなので。うまいよ。いや、もう十分うまいよ。全然十分うまいんだけども、こっちゃんの悩み、そしてよくみんなにコメント欄に来る悩みは、体のバランスがうまく取れません。体のバランスのいい描き方を教えてくださいというお悩みです。なるほど。じゃあこれは自分なりに、バランスが取れてないと思ってるんだ。そうなんだって。俺から見たら十分取れてるとは思うんだけどね。だからやっぱこっちゃん的にはもうちょっと頭身の高いキャラを描きたいと思ってるけど、どうしても頭でっかちになっちゃったりとか、まあ逆になんかこうミニキャラにもならないっていう、なんかその中途半端な。で、理想は、こっちゃんの理想はね、もうちょっとだからスラッとしたキャラクターらしい、そういう絵を描きたいらしくて。だから新本先生の漫画に出てるような、まあ六頭身とか、そうそう、7頭身とか、そうそう。ということで、そういう悩みの人いっぱいいると思うんだよね。なので今回は皆さんがそういう、自分の理想の、体のバランスのキャラが描ける方法を教えていきたいと思いますので、ぜひ一緒にやってみてください。それでは早速やっていきましょう。じゃあまずなんだけど、まず体のバランスがおかしい原因っていろいろあると思うの。まずその原因を考えることが、まあ大事であって、で、まず最初言ったように自分が何頭身のね、まずキャラを描きたいかっていうイメージ。で、何頭身の言葉とか、今私言ってる頭身の意味がわかんない人に説明していくけど、頭身っていうのはこれ頭の体って書いて頭身。で、要はその頭が何個分でその人が構成されてるかっていうことね。だいたい今のこっちゃんの頭のサイズってこれなのね。そしたらこの丸が、だいたいまあ、こんなにきっちりしなくていいからね、みんな。なんとなくで大丈夫だからね。この丸が今描いていくじゃない。同じサイズで何個か。そうすると、だいたいこのこっちゃんの描くイラストって今これ4頭身なの。頭はだいたい4個分っていうね。でもこっちゃんが描きたいイラストって6頭身なんだって。あと2個足りないってことね。そうなの。つまり、こっちゃんがまずこの紙にこのバランスでイラストを描くんだったら、まず足先まで入れることを考えたとき、顔の大きさはこれぐらいのサイズで、あと頭2個分ここに付け足す。ここに足先が来るようなイメージで描ければ、この頭のサイズで6頭身のキャラが完成するんだよね。なるほど。という、まず自分の描きたいキャラクターの頭身が何頭身なのかっていうのをね、みんなよかったらイメージしてみてください。自分で具体的にこう理想がなければ、好きな人のイラストを見てみて、だいたいその人のキャラクターのこう頭をね、自分の手でこうやって押さえて触ってみて、1、2、3とかってやってみたら、だいたいその人の描くイラストが何頭身ぐらいかって分かってくると思うんだよね。なるほどね。それに近づけてみるみたいなイメージでいいと思います。はい、じゃあ次、今、その全体的な頭身のことを考えたじゃない。で、次にもう一個体のバランス取るときに、自分のイラストで確認してみてほしいのが、体がうまく描けてるかなっていうことなんだけど、そもそも初心者が体がうまく描けないのはもう当然だからいいの、全然。そうじゃなくて私が確認してほしいのはね、体の比率のバランスが狂ってないかなっていうところをね、確認してほしくて、今までもいろんな動画で私言ってきてる。まあ大体なんだよ、これも。すごくきっちりする必要はみんなないからね。大体なんだけど、まず人間を描くときに、上半身と下半身のバランスが大体1対1。まあもしくは下半身のがちょっと長くてもいいと思うから、まあまあ最高5ぐらいまで。1.5 まで。ぐらいの比率でまずこの、前半身下半身を分けてるかっていうね。まあでもこれで見るとこっちゃとかそんなにね、間違ってないのかなっていう気はするんだよね。で、次、腕がだいたいこの手ってあるじゃん、手がこのお尻っていうか太もも、お尻の位置、太ももの付け根の位置ぐらい。この位置にちゃんと手がだいたいあるか。これは別に伸ばしたり曲げたらこの位置じゃないの。だけどまあ、真下に下ろした時はこれ。で言うとこっちゃんの場合はちょっと手今上にもうちょっとこれ手が長いかなっていうイメージはあるよね。で、あと、足も、ちょうどだいたいここ、膝の間がね、1対1。まあもしくはだからここもちょっと長くていい。膝下がちょっと長くなるぐらいなら 1.3 までぐらい。足長ぐらいがちょうどいいってことまあそうそう。もし足長くしたければ膝下ちょっと伸ばしてもいいんだけど、だいたい膝の位置っていうのが1対1。だからまあこっちゃんで言うと、ここが、もしこう足だったとしたら、まあここら辺に膝が来るイメージ。まあそんな大きく。穴が間違ってないよね。で、あとは肘が来る位置っていうのもだいたい腕の1対1でこのちょうど腕の中間ぐらい。
そんな感じでイメージしてもらう。この比率は、まあ、大体どの頭身になっても変わらない。大きい頭身になろうがちっちゃい頭身になろうが、このバランスってあんま変わっていかないから、まあ、大体そこが大きく狂ってた場合はね、それが絵のね、体のバランスが悪くなっちゃってる原因かもしれないので。でも、こっちゃんの絵はさ、比較的まあ4頭身としたら、そこまで狂ってないよね、これね。そうだよね、狂ってない。だから、全然そんなに大きく、私は、だから、もともと私とやつが見たときは、そんな狂ってないじゃんって言ったじゃん。いや、うまいなと思って。っていうのは、やっぱりもともとこの比率がそんな狂ってないからだと思う。そういうことね。もし、こっちゃんは結構ここクリアしてるけど、自分の絵でもしそこが間違ってるなってことが気づけたら、そこも直してみてください。ああ、そうすると、だから、よりね、こう、バランスの良い絵になる。そう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 。っていう、まずその頭身の確認と体の比率のバランスの確認。まあそこしてもらった上で、じゃあ自分の理想の体のね、バランスのイラストを描いていきましょう。はい。じゃあ、一緒にみんな自分の好きな頭身のキャラを描いていきたいと思います。まあ私はちょっとこれをこっちゃんの絵を参考に、これを6頭身にする。あ、本当はだって6頭身にしたかったそうそう、イメージで描いていきます。で、そこでやりたいことなんだけど、まずは当たりをみんな取ってください。当たりっていうのは下書きよりもさらにその前の段階。要はざっくりどんな絵を描くか、みたいなイメージを描くものです。私の場合はよくこうデッサン人形みたいな。形で描くので、今から取っていきます。はい、なので、まず顔の大きさを決める丸を描いて、だいたい十字を描きます。まあ、この元で決めた頭身のイメージでね、だいたい顔の大きさは決めればいいと思う。で、その後首があって、まあ、上半身の体があって、まあ、さっき言ったように、こう、だいたい1対1だから、まあ、ここら辺で上半身、ここら辺で下半身になるような、まあ、イメージで、なんとなくの、でもみんなこれざっくりでいいよね。きっちり取る必要ないからね。ざっくり当たりを取っていきたいと思います。はい。まあ、こんな感じでざっくりと当たり取りました。まあもう、この当たりっていうのは、正直、こんな感じで描こうかなぐらいのイメージだから、これにきっちり沿って描く必要はないです。だから本当に気楽にやってもらえればいい。なんかコメント見てると、当たりに描くと、当たりをこう拾いすぎちゃって逆に絵が硬くなっちゃったら変になっちゃいます。みたいなコメントもあるんだけど、だからそんなに当たり、そうなっちゃう人はもう無理に描く必要もないと思うんだけど、でもやっぱある程度先にね、完成形が見えないと、今仮に私がこの当たりを取ってなくて、顔をね、この辺に大きく描いちゃった場合に、足が入りきらないってなって、すごく変なことになっちゃったりとか、やっぱ足まで入るイメージを作るためにも、ちょっと当たりって大事かなと、初心者の人には思います。で、当たりを取ったら、今度下書きをしていきます。で、よくある、私ね、この頭でっかちになっちゃいます。当たりを取ったのに頭でっかちになっちゃいますってお悩みももらうんですよ。その原因が、なんとなく、実は私も一緒だから思い当たる節があって、ちょっとみんなよかったらちょっと見ててください。で、このさ、当たりがここじゃん、今丸が。だからこの輪郭だからこうやって始まって、こうやってこうやって、こうやってこうやって輪郭取っていくじゃん。で、まあなんとなく今ね、ちょっとざっくりだよ。目とか描いて、この段階ではさ、何の問題もないような気するじゃん。あんまりでかくないでしょ、でもね、ここにさ、髪の毛とか描いていくじゃない、でさ、日本の漫画のキャラクターってさ、めちゃくちゃ髪の毛のボリュームがリアルな人間よりあるんだよ。例えばだけど、今私があった頭の当たりってこれじゃない、でもさ、実際髪の毛とか私描くときってもっと持ってくの、こうやって。実際もっこりさしてくのね、この線よりもね。で、結構そういう人多いと思うね。だから本当に頭でっかちなのか、本当顔が下の方にあって、頭が上みたいなさ。でもそれはいいと思ってるの、私。可愛いから、日本のキャラクターらしくてね。まあこれこそデフォルメみたいなさ。だからこんな風にしてった時にね、こうやっぱね、この元の当たりに対して輪郭をこうがっつり拾った時ね、なんだかすごくだんだん頭でっかちになってきて、自分が思ってたよりも、あれミニキャラっぽい頭身になっちゃってるってことがみんなあるんだと思うんだよね。ああ、なるほどね。まあそれっていうのは私原因の一つが、日本のアニメや漫画のイラストってすごく顔に対して髪の毛が大きいから、いや、この最初に言った当たりってさ、リアルな人間でちょっと考えてるところもあって、人間ってリアルな私たちって髪の毛ってそんなにさ、この頭のさ、形からさ、離れないじゃん。でもみんなさ、スーパーサイヤ人とかイメージしてもらうけど、この輪郭なんかもう無視してこう外にボンと毛が飛んでくじゃない。遊戯王の遊戯。そう、日本の漫画のキャラって。それが自分のみんな絵でも起きてて、実際の思い描いた
た当たり通りに書くと、頭がでっかくなっちゃうのかなっていう。ああ、なるほど。で、私はなんとなく自分の当たりの場合、そうなるっていうのが分かってるのね、もう長年の経験上。だから私はいつもこの当たりに対して輪郭のペン入れするとき、気持ちちょっとちっちゃく輪郭取るの。ああ。より小顔。実際の頭身よりさらに小顔化されてるんだと思うけど、なるほどね、この頭身計算するとき人間の視覚では、ここの皮膚だけで見るんじゃなくて、頭まで結構毛までみんな含めて見るからに人って。だからさっきよりもちょっと気持ちちっちゃい感じで輪郭を取る。なんだかこう耳の端がこの丸の中に入るぐらいでいいかなぐらいの感覚で私は取る。これは好みでね。下手したらこの丸の上ぐらいにも髪の毛くるぐらいのイメージ。そうそう。だからその上に髪の毛いっちゃうと、あんまりそう。だから、なんかこの丸の中に、やりすぎない方がいいと思うんだけど、髪の毛も入るぐらいのイメージだから、ちょっと気持ちちっちゃくしてるんだ、私は。だからもしかしたら、同じような悩みでその方法にしたら解決する人いるかもしれないから。頭でっかちになっちゃう人はね。そう。じゃあこれでちょっとこっちゃんのこのキャラの目を入れていきます。はい。という感じで、私今頭のペンを入れてみました。一回消してみるとこんな感じで、こういう感じ。いうようにさっきよりも、この丸の中に髪の毛までが大体入るようなイメージで入れてると思うんだよね。これぐらいのイメージだと、今後体を描いていくときに、また頭でっかちになっちゃったがちょっと防げるんじゃないかなと思います。あとはもうこの頭身に沿って、この体を当てはめていくだけです。じゃあもう一気にいっちゃいます。はい、ということで、ちょっと最後ここに私がざっくりなんだけどペンを入れてみました。これだとほぼ下書きに近いから実際これにもう一回清書とかするんだけども、こんな感じで、顔をやっぱさっき言うように当たりの中にちょっと収めるぐらいの気持ちで描いたら、6頭身の、こっちゃんが思うであろうバランスのいいキャラが描けたんじゃないかなと思います。これ仮にこの顔の部分だけはね、さっきのこの大きさでちょっと私が描いてたさ、一番最初に描いたこう輪郭をこれに合わせるぐらいの感覚で描くと、頭がこれぐらいになるわけね。それを大体ここに戻すと、こんな感じになっちゃうわけ。これはこれで可愛いんだけどね。確かに言われたらちょっと顔でかいのかなっていう。これはこれで絵として可愛いけど、多分こっちゃんが思うもっとシュッとした絵はこっちなんだと思うんだよね、こっちの方ね。って思うと、こっちの方がより、要は大人の人たちが描く漫画のキャラに近いのかなという気がするので。より見た時に、うまいなって思うのはこっちってことだね。そう、当たりも取ってるし、ちゃんと人間の体のバランスとか比率もそれなりに自分で考えて、何頭身かまで考えて描いてるのに最後頭でっかちになっちゃうって人は、当たりに対しての顔がすごく輪郭が当たりを沿ってないかっていうのだけ考えてみてください。よくよかったら当たりの丸は頭の髪型まで込みでっていうイメージにちょっと考え方を変えてもらうと今後良くなるかもしれません。で、よかったら皆さんもこの考えで、体のいい、バランスのいい体をぜひ描いてみてください。そしてですね、皆さんお知らせです。私のこの超簡単新本流漫画キャラの描き方、ちょっと略したけどタイトルのもう第2弾が出るってお知らせは結構前にしてたんですけども、ちょっとなんかかなり前にした気がする。もうみんな忘れてた。もうなくなったんからその話ってことかもしれないけど、ついに私頑張って描きまして、今年の3月に発売します。画像こちらに今出てるはずです。これが基本だとしたらもうさらにかゆいところに手が届く。もっと上手くなるというね、やつをね、まとめてますので、だって2022年ぐらいだっけ出てたの。そう。3年ぐらい前出てるけどさ、未だに買ってくれてる人たち。そう、これもう大人気セラー、大人気ベストセラー。私の中で大人気ベストセラー。ありがとうございます。ぜひぜひ皆さん、第2弾もね、今から楽しみにしていてください。よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の新本慎と。バイバーイ。